はい、皆さんこんにちは。先日とある 4C オーナーの視聴者さんから、私が愛用しているレカロのフルバケットシート RSG について若干の懸念を持たれているというコメントをいただいたので、RSG を愛用する者として、そして同じ 4C オーナーとして 4C をもっと気持ちよく楽しくドライブしてほしくて、私の RSG についてご紹介し、他にも悩んでいるオーナーさんの参考になれればと動画を編集してみました。それではどうぞご覧ください。ちょっとこれマジで出れないですよ僕。ちょっとこれシートをまず変えた方がいい。そうですよね。運転席もそうだし、彼女さんの分も助手席も。倒れないからですか？いや、違います。結構疲れないですか？変わります？お尻痛くないですか？もうそういうもんかなと思ってもういい彼女。でも今日やっぱ寝ようと思ったんですけど、車の中で失敗しましたでも俺もこれで滋賀まで11時間かけて行って、1時間か。助手席で寝ようとしたんですよ。途中ちょっと30分ぐらい仮眠しようと思ったら助手席で寝れなくて、結局このバケットで行ってバケットに寝ました。いやチャイルドシートと結局一緒だから、こうビラッとして収まるんだそう座ったら良さがわかる。いいですか？シート回路ってうるさくなるかもしれないおーすごい。そう乗るのはちょっときついけど、でも収まっちゃうと。僕もこれつけてうわすっごっ。収まっちゃうといいでしょ。すっごいこれ絶対運転しやすいですね。そうどう違うの？もうここ固定されてるからこうならへん全く。疲れない。そうお尻も気持ちいい。そう降りるの難しい。これどうやって降りたらいい？ここに手ついて、なるほど。そう作法がある乗ってみたら？乗ったらシート買ってってなるマジで言い出しかね。失礼します。これさっき右足入れた方がいいかも。ほんまや。いつもやったらそれでいいけど、右足だけ入れてお尻かな。そうでハンドルを持って、なるほど。よいしょ。優しいお尻に。そうでしょ。横すごくない？しかもすっごいよ。ピタ背面全体で体を支える感じだから疲れない。こうなるってこと？それはサーキット用ね。疲れるもん。普段助手席乗るときはこれですか？いや普通のそれこれやったら寝れそう。それ寝れへんってでも気持ちいい。元のやつより倒れてるし。ああそうかも。そういうてかお尻が深いかもちょっと。そうだね。ここの持たれられる感覚がある。確かに。でも頭持たれられるもんな。これ寝れるかもしれん。寝れるでしょ。だってこうやって体重かかるもん。そう女の子座りになるでも右ハンドルはなんか俺も聞いた話だとブレーキがど真ん中にあるからやりやすいっつって。左足先？左足だけ出してでここかこの辺を。ここ油ついてないから大丈夫。いつも俺ここ触ってるから。そうすいません。ているでハンドルの上に手を置いてグイッと体を出す。どんなんやねんこれめちゃくちゃええな。すごい。めっちゃ楽でも。これお尻も楽になるんですか？そうだね。座っちゃえばな。腰も痛くないし、腰痛い日にこれ1日乗ると治る。冗談だようで本当なの。だってこうなってるもんちゃんと腰の。そうこれ寝れる。私まだちょっと寝そう。
はい、ヘッドのクリアランスこんな感じになってますね。余裕ですね。ヘルメットをかぶってもベースのルーフがこうおそらくヘルメットのスペースなのかわかんないですけど少し、えぐれてるんですね。そのおかげもあって、ヘルメットも当たりません。で純正シートのヘッドレストより若干高いぐらいですね。若干高いぐらいになっています。でドアを閉めた時のショルダーのクリアランスはこれぐらい余裕がありますね。こんな感じですね。で太もも周りはこういう感じになっています。あとセンターですね。センターは今カメラをど真ん中にしていますけど完全にセンターになっている状態です。視聴者さんのコメントで、5ミリほど、ドア側にずれるというコメントがありましたけど私の場合はこういう感じでセンターになっています。でペダルの配置これに対してこのシートとステアリングがセンターにあった状態で、ペダルの配置ですがちょっと暗くて見にくいですけどこれを真ん中とすると右足がアクセルを踏んでる状態です。で左足はブレーキこういう位置関係になりますね。なので左足ブレーキをしようとするとこういう感じで、若干女の子座りみたいな若干ですね。でも目で見ると大したことないですね。でフットレストがあってなのでほぼ真ん中より若干やっぱり右に、ブレーキペダルが配置されているような感じですね。こう見ると分かりますかね。こんな感じですね。なので結局ブレーキは右足でこう踏んだ方がやりやすいという感じですね。なのでブレーキペダルもしこっちの方に延長すると少し左足ブレーキしやすくなるかもしれないですけどそうするとやっぱりペダルの剛性があまり出ないのでこのままでもこの間サーキット走った時左足ブレーキをこう使ってたんですけどこれも慣れですね。慣れちゃうと意外と左足ブレーキもできてしまいます。で、おそらくですけど、コメントをいただいたシートの取り付けのネガティブな面っていうのがおそらく私あまり深く考えずつくように好きなように自分でつけたんで、ちょっと加工をしています。そんな大掛かりな加工ではないんですけど、じゃあその加工をご覧いただきたいと思います。ちょっとベルトがあるんで見にくいんでベルトを抜いてしまいますね。でおそらく通常レカロ RSG を、このシートレールを使って、固定すると、視聴者さんのコメントにもあった通りこれが、かなり上に上がると思うんですけど私の場合、ある加工をしています。その加工がこちらになりますね。わかりますかね。本来はこういったこういう感じで、
4点式のサイドのベルトの穴をカバーするプラスチックの、ものがあるんですけど、それがあることで、私の好きなポジションにやろうとすると干渉してしまいます。なので私の場合こう自分でカットしてしまって、ちょっとここがあまり美しくないですけどカットをしています。そうすることで、一番下に絶妙な位置に下げることができています。で、前側は逆に、上げてますね。4段階で、調整できるうちの一番上に上げてあります。こんな感じで。で、後ろも4段階あるうちの、一番下が本当は良かったんですけど、ちょっと、一番下だと、シートの座面がフロアに干渉してしまう恐れがあるので、1つ上げて一番下から2つ目そこまで上げてあるような状態です。でこうすることでどこまでフロアに対して座面があるかというと、はい、今スライドして、下が覗きやすいようにしましたけど、見えるかな。こんな感じですね。かなり下がっています。ちょっと分かりにくいですね。ちょっと画像だと分かりにくいと思いますけど、手がかろうじて入るというか、手の指の付け根、この拳の部分は入りません。手の指がこれぐらいだとすると、もうちょうど指分ぐらいですね。これぐらいまでギリギリまで下げてあります。こうすることでこんな感じでかなり後ろに、倒すことができています。そのおかげもあって、ルーフのクリアランスも自然と確保できているんだと思いますね。でこの4点シートベルトですね、これはどうやって固定しているかというと、これもちょっと私なりの加工もあります。基本はこの HKS 関西さんの4点式の、なんていうんですかね、ベルトを固定するバーがこの純正のシートベルト友締めで、固定されています。相当な合成ですね。当然ですね。でこれがこう来てると。で下の部分はこれは、私オリジナルでホームセンターで、ステを買ってきて、自分でオリジナルで作りました。かなり厚みのある、ステでがっちり固定されています。出水側もなってますね。ここも純正の、シートの取り付けのステーを友締めしています。本来は、レールがこのシートが4点式なにわ屋さんかどこかのだったと思いますけど、4点式を使えない、シートレールだったんですけど、
本来はこの4点式の、シートベルトアンカーを固定できるよう、そういう風な作りになっているシートレールもあると思うので、一番いいのはそれを使用することですけど、私の場合はこのシートレールを先に買ってしまったので、また買い足すのもバカバカしいので、こういった感じで、比較的安く済ませています。1500円2000円ぐらいでしたかね。はい。でレカロの売りの一つである合成ですね。がっちり固定されています。こんな感じですね。ついでにペダルも見ますか。こんなペダルですね。硬いです。手じゃ押せないレベルの硬さです。ペダルはこういう感じでオルガン式になってます。ちなみにこのフロアマット、私ガンガン使っちゃってますけど、ちょっと実は希少な、フロアマットみたいで革でできてるんですよね。革を踏みつけてしまうという、フロアマットを革で作るってなかなかないというか、そこがさすがアルファロメオなのかなと思いますね。でこのクッションなんですけど、あんまり綺麗じゃないですけど、これ剥がすとこういう感じになってます。なのでクッションを外すともうちょっと下に座面が下がるのかなという思いきや、もうお尻のクッションが非常に薄っぺらいので、体重かけるとですね、5ミリぐらいまで縮んでしまうので、ほぼほぼあってもなくてもそんなに変わらないです。こういう感じですね。普段は3点式のシートベルト使えてます。ちなみに反対から見るとこんな感じですね。でサイドのベルトはこうやると断行してます。で走行中の動画でよくカタカタ、音が鳴るのはおそらくこれですね。これがガチャガチャどうしてもなっちゃうので、これ外せばいいんですけど、私はそんなに異音を気にしないので、このまんまにしています。アンカーはこんな感じで取り付けてあります。はい、というわけで私のレカロシートのオリジナルの固定方法をご紹介させていただきました。ちなみに、ヘビたちですね。ヘビたちはハンガー、洋服のハンガーに巻きついてあります。こんな感じで
蛇山、蛇川、蛇本です。よろしくお願いします。はい、まあこんな感じで慣れてしまえばスムーズに乗り降りができます。まあ私の足が短いのもありますけど、スッと乗り降りができます。シートのスライド量ですね。シートのスライド量はどうしてもやっぱこの先ほどお話しした、4点シートベルトの固定用の、バーがどうしても干渉してしまうので、これが限界ですね。まあ、これがもし4点式のシートベルトを使用されない方であればこれが必要ないので、もう10センチぐらいは下げられるのかな。まあ、レールがそこまで下がるかわからないですけど、まあ私の場合ここに当たってこれ以上下がらないので、棒がなければもっと下がるかなと思います。ただ前がものすごい前動くんですね。これが今、まあ、普段私のポジションですね。まあ、ブレーキを思いっきり踏んだ時に足がまっすぐ伸びるぐらいですね。フルブレーキでまあほぼまっすぐ伸びます。で腕がまあ本当に教習所で教わるような姿勢がベストポジションです。でこれシートが、これ以上、まあ、ほんのちょっと下がりますけど結局ここが限界ですね。これ一番前にやると、よいしょ、ここまで前にスライドをします。なので女性の方とか、小さな方であれば全然困んないのかな。ただハンドルがこんな近くなっちゃうのでちょっと運転は厳しいです。こんな感じですね。はい、というわけで、アルファロメオ 4C にレカロの RSG をセットするとどんな感じかっていうのを、ご紹介させていただきました。これから久々の、いい天気なのでドライブがてらちょっとあるところへ遊びに行こうかなと思います。その時の模様は、また別の動画でご紹介したいと思います。では今回もご視聴ありがとうございました。